ペンダコ。ボンジュートゥルモンモアッセペンダコ先生。今回は漫画のネーム作りに困っている人を助けるためにプチネームについてお伝えします。プチネームとは名前の通りネームの小さい版。プチネームを書くのに用意するのは A4 の紙と筆記用具だけ。簡単なのにとても役立つのでぜひ最後までご覧ください。アローセッパーティー。ペンダコ。そもそもプチネームとは何か。漫画制作のプロセスを解説したこちらの動画でも簡単に紹介しましたね。改めて漫画を描くステップを解説します。まずは漫画にするアイデアを決めてキャラクターを作る。キャラクターができたら物語を考える。物語ができた後にプチネーム、そしてネームへと進んでいきます。小回りや演出を考えて物語を漫画の形にしていくのがプチネーム、ネームの役割です。プチネームは自分が演出の確認をするために書く。ネームは他の人が読んでも分かるように書く。日本では編集者と作品を作る際、ネームをもとに打ち合わせをします。新人の頃はこれを何度も書き直してから原稿作業に入るわけです。だから他人が見ても分かるように書く必要があるんですね。だったら直接ネームから書いた方がいいんじゃないですか？いやいや、プチネームをやることが結果的にネームを早く完成させることにつながるんです。いくつか例を挙げると、人に見せるために描いた絵を何度も描き直さなくてよくなります。決めたページ内にお話が収まるのか確認しながら作業を進められます。次はプチネームをどうやって書くのか解説していきます。それではプチネームを書くための用紙を用意しましょう。私はいつも A4 のコピー用紙を使います。これを八つ折りにします。折り目に合わせて線を引きましょう。この一つの長方形が1ページになります。これを自分の漫画のページ数分用意します。24ページなら A4 用紙2枚分。裏には何も書かないでください。ここからは大事な注意点。漫画は基本見開きで言うと左ページから始まり右ページで終わります。実際に確認してみましょう。左ページで始まり右ページで終わっていますね。この漫画も左ページで始まり右ページで終わっています。ちなみに少年ジャンプに掲載されている漫画は左ページで始まり左ページ終わりで構成されています。実際に雑誌を確認してみましょう。ワンピース左ページで始まり左ページで終わっています。マイヒーローアカデミア左ページで始まりまずこれはネタバレになってしまいます。基本ジャンプの漫画は左ページで始まり左ページで終わっています。皆さんも自分の持ってる漫画で確認してみてください。フランスの漫画ではどうなっているでしょうか？左ページで始まり右で終わるときと左で終わるときがありますね。覚えておいてほしいのは漫画は必ず左ページから始まっていること。だからプチネームを書くときは間違わないようにここに×をつけておきましょう。ページ数を書き込んだら準備完了です。次は実際にプチネームを書いてみましょう。その前にこのチャンネルでは漫画を描くのに役立つ知識を皆さんに紹介しています。漫画家を目指す皆さんの助けになれたらと思っていますので、チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。皆さんのコメントが活動を続けるモチベーションになっています。ペンダ解説のために14ページの漫画のプチネームを書いていきます。皆さんもぜひ一緒にやってみてくださいね。
予定のページ数にちゃんと収まるように演出を考えながら変えていきましょう。自分が分かりさえすればいいので、絵のクオリティはラフで構いません。しかし吹き出しとセリフはちゃんと書きましょう。漫画の演出は字と絵のセットで考えるものだからです。そのためにもどんなセリフが入るのかは事前に考えておくと良いです。セリフが長くて書ききれない場合は、紙を四つ折りにして少しページを大きくすると書きやすくなります。他にも別紙にセリフだけを書き出しておく方法があります。作業に集中するあまりセリフを忘れないように気をつけましょう。もし初めのページから書くのが難しい、うまく書けているか不安になってしまうという方は、まず最後の3ページを書く方法をお勧めします。漫画の終わり方を決めて、そのページに向けて演出を考えるわけです。さて、プチネームを書き終えました。皆さんは予定のページ内に物語を収めることができましたか？プチネームは作品の全ページを俯瞰することができるので、修正点を見つけるのにとても役立ちます。うまく演出できているか確認してみましょう。具体的な演出、ページをまたぐ時の考え方はこちらの動画で詳しく解説しています。すでに漫画を描いている、もっと自分の漫画を読みやすく面白くしたいという人はこちらの動画がおすすめです。プチネームは1ページが小さく絵も書き込まないので修正するのが簡単です。実際にやってみましょう。こんな感じで演出を直してみました。どんどん直してより良い演出を見つけましょう。さあ、これでよしと思えたら次のステップ、ネームに進みましょう。てんだこ。今回はネーム作りに役立つステップ、プチネームについてお伝えしました。ページの順番やより良い演出を考えるためにもぜひやってみてください。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してください。皆さんの漫画制作に役立てたら嬉しいです。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アビアント。